して高額な料金を支払わなければならなくなった。そんな動画を出したくないし、危険な橋を渡りたくない。チャンネルがバンされて収益化もできなくなります。著作権法違反で逮捕されました。こんにちは、ソングです。今日は YouTube の著作権についてを解説していきます。まず YouTube をやるなら必ず知っておかないといけないことがいくつかあります。現状では著作権に関する動画が YouTube 上にたくさんあって、ある方はこうすれば大丈夫とか、ある方は絶対ダメとか、どっちが正しいのか、大丈夫だとしても法律にかからないグレーなことなら大丈夫っていう意味なら、そんな動画を出したくないし、危険な橋を渡りたくないといった疑問点や不明点を抱く人が多いと思います。この動画を見れば、YouTube の著作権は理解できるように構成しています。BGM、画像や映像など、いろんなコンテンツが YouTube 上にはありますが、それぞれ対策すべき著作権は違ってきますから、そういった重要なことを一つずつ解説していきますし、実際に著作権に違反するとどうなるのか、収益化が剥奪されないための方法、YouTube チャンネルがバンされない対策、そういったことも話していきます。まず、著作権は何なのかっていうところなんですが、これはもう皆さんご存知の通り、他人が作ったものを許可なく使ってはいけませんという権利であり、法律です。ただ、この著作権が難しいのは、そのコンテンツによってそれぞれ微妙に異なるからです。ゲーム攻略系のチャンネルであれば、ゲーム制作会社に実況をしてもいいよっていうところもあれば、収益化しないなら使ってもいいっていうところもあれば、YouTube に投稿すること自体禁止されているっていうところもあります。ゲーム実況以外のコンテンツに関しても、BGM、画像、映像、あとは切り抜きの場合どうするのか、お店で店内 BGM として YouTube の音楽を流していいのか、個人なら音楽を流してもいいのか、そういった形でその時々やっていいこととやってはいけないことっていうのがあるので、とても複雑で動画をこれから作ろうとしている人にとっては特に注意が必要となりますよね。YouTube や SNS などで発信をすることがあまり詳しくないって人だったら、なおさらわからないと思います。その方たちのために、この動画で一つ一つコンテンツごとに知っておくべき著作権の概要と、それぞれの必要な対策っていうのを具体的に解説していきます。ということで、皆さんが一番気になっている部分、動画で使う BGM についてです。多くのアーティストさんたちが YouTube 上に動画をアップロードしていますよね。それをダウンロードして自分の動画に BGM として使う。もちろんそれは著作権法違反となります。皆さんも理解していると思いますが、自分の作った音楽ではない限り他人の音楽を自分の動画に使用してはいけません。もしあなたが自分で頑張って作った曲を YouTube 上にアップロードしていて、それを視聴した人や企業がその曲を使って金を稼いでいたらどう思いますか？もちろんそれは私の曲なのでやめてください。ということになります。世の中には著作権者にバレなければ大丈夫だろうと思って使っている人もいるんですが、普通にバレます。その理由は YouTube には動画で使われている BGM が誰の著作物なのかというのを自動で判定する機能があって、YouTube からそのチャンネルの収益が剥奪されてしまう恐れがあったりします。これは絶対に避けたいことなので、私たちはちゃんと著作権を守った BGM の使い方をしないとならないということですね。その具体的な対策としてできる選択肢が3つあります。まず1つ目が、音楽を実際に作っている人に直接許可をもらう。2つ目は、お金を支払って音楽を使う。3つ目は、フリー素材で BGM を使うということです。1つ目の方法として、もし使いたい音楽が個人で作曲している YouTuber さんだったりすると、直接コンタクトを取って許可をもらって使うことができるかもしれません。2つ目の方法では、もしあなたがYOASOBIさんの曲を使いたいって思って前方にメッセージを送ったとしても、当然許可は下りません。たとえ許可が下りたとしても、使用料として高額な料金を支払わなければならなくなったりします。だけど私もそうですし、皆さんも BGM にお金を払う余裕はないと思います。なので、3つ目の方法として、著作権フリーである無料の BGM を使用するのが一番現実的だと思います。それでは次、YouTuber が必ず気をつけなければいけない著作権の2つ目が、画像と映像です。これについても、他の人が作ったものは基本的に使用してはならないっていうところは一緒なんですが、たまに画像が動画の中に挿入されているのを皆さんも見たことがありますよね。個人で撮影ができないようなハイクオリティな宇宙の画像だったり、
映像を使っている動画は多いんですが、あれは著作権違反になるんじゃないのって思うことはあると思います。結論から先に言うと、これは著作権法違反ではないんです。なぜかっていうと、著作権フリーの無料画像サイトからダウンロードしてきているからです。こういった無料で著作権フリーのサイトはいくつもありますので、皆さんも気に入ったサイトや画像があったら使用することをお勧めします。ということで、動画を作るにあたって特に気をつけなければいけない音楽や画像、映像、この著作権について理解できたので、これで大丈夫だと思うかもしれないんですけど、まだ皆さんにとって一番重要なことが残っています。それが収益化の剥奪です。おそらくこの動画を見ている人のほとんどは知らず知らずのうちに著作権を侵害してしまってチャンネルの収益化が剥奪されてしまうっていうことをすごく恐れていると思います。この収益化の剥奪っていうのは 100% が著作権っていうわけではないんですけど、例えば性的なコンテンツ、暴力的なコンテンツ、こういうのは著作権とは関係なく、そういうコンテンツを表示して動画投稿してしまうと収益化を剥奪されてしまう原因となります。それとは別に再利用されたコンテンツという部分に触れてしまって収益化を剥奪されてしまう事例が多いです。具体的に言うと、他人のコンテンツを全部もしくは一部を使用したりすると YouTube 側からその動画が違反しているというふうに判断されてしまい、そのチャンネルから収益化を剥奪してしまうんです。もちろん他人が投稿した YouTube 上にある動画をダウンロードして、それを自分の動画の一部として使うっていうのはダメですし、パソコンとかスマートフォンのスクリーンショットで他人のコンテンツを使う。これも基本的には著作権法違反です。それからある YouTuber さんが他の人の顔にモザイクをかけて動画に上げているのを見ることがありますよね。これについては大丈夫なのかってことなんですが、これはセーフです。街中で撮影をしていて、通りすがりの人がたまたま映ってしまっているから、その人の顔にモザイクをかけて動画投稿して、それがそのまま問題なく収益化されているチャンネルはあります。モザイク処理によって、その対象の人が特定できないようにされていれば問題はないです。ただそういった処理をかけずに、投稿して対象者が特定されてしまうような状況なら、投稿は絶対にやめましょう。こういったリスクがあるところが、著作権法問題の怖いところなんです。ある日急に訴えられて裁判沙汰になってしまう。さらに有罪判決が出る。こんなことは誰だって嫌ですよね。ある日チャンネルがバンされてしまって、今まで頑張って作ってきた動画が全てチャンネルごと削除されてしまうってことになるのは絶対に避けたいので、今日の動画で先ほどまで解説してきた内容も大事なんですけど、今から話す内容も知っておかないと本当に最悪の結果を招く可能性もあるので聞いていってください。ということで重要な内容なんですが、危険な YouTube 運営をしてそれが裁判沙汰になってしまうことです。他の YouTuber さんも取り上げていた内容なんですが、これを調べてみると簡単に言うと切り抜き動画で著作権法違反をしたっていう内容でした。これが実際に裁判になっていましたので、それを元に解説していきます。2021年の話なんですが、宮城県の裁判所で映画を10分くらいにまとめて切り抜き動画を YouTube 上に投稿していた、そして広告収入を得ていたグループが著作権法違反で逮捕されました。これは裁判沙汰っていうよりも犯罪行為ですね。これは懲役2年、罰金200万、執行猶予4年が下されています。映画を短くまとめて投稿するっていうことが著作権法違反になることは皆さん理解していると思うんですが、他人の著作物を引用するっていう考え方もあって、この宮城県の事例と似たような裁判だったんですけど、被告が引用の範囲内で動画を投稿していたので、違法だとは思わないって主張し、容疑を一部否認していたりもしています。この内容で考えてみると、引用と著作権法違反って一体どこで線引きされているんでしょう。いろんな方が活用している YouTube の公式ページの一部をスクリーンショットして動画の中にある行為、これは引用なのか、それとも著作権法違反なのか、この線引きは実はこの4条件によって決められています。まず1つ目、報道、批評、研究などのための正当な範囲内であること。2つ目、引用部分とそれ以外の部分の主従関係が明確であること。3つ目、鍵括弧などにより引用部分が明確になっていること。4つ目、引用も行う必然性があるということ。この4つです。これを具体的な例で挙げると、1に対しての答えは、例えば私が YouTube の公式ページのスクショを動画に載せているのは、報道批評研究の正当な範囲内となります。それを立証するのが次。2に対しての答え。
YouTube の公式ページのスクショがメインではなく、あくまで動画全体の部分がメインコンテンツっていうことになっているのでセーフです。3に対しては、YouTube の公式ページのスクショを載せる際に、鍵括弧を使うなど、明確に引用していることを伝えていればセーフです。4では、YouTube の公式ページで記載されているっていうことを証明するために引用も使う必然性があるということでセーフです。こんな感じで4つある条件のうち、全てに違反していると最悪裁判になってしまって有罪判決を下される危険性があることを理解できたと思います。それから4つの条件全てに当てはまっていない場合は問題がないか、もしくは状況によってグレー判定という扱いになります。このグレー判定というのは後々アウトになる危険性もあります。ですから4つの条件に当てはまっているような動画を作りましょう。とはいえ、YouTube の公式ページのスクショを動画の中に載せる行為は動画全体のうちほんの一部しかないですし、どう考えてもそのスクショがメインコンテンツだとは言えないので、著作権法違反よりも引用の範囲内だと私は思っています。でも、法律についての話は最終的には裁判所だったり専門家が判断するので、そこに至るまでは各個人が自分で判断するところになります。ですが、YouTube チャンネルがバンされてしまうと、そのチャンネルで動画投稿自体ができなくなってしまうっていうリスクがあります。YouTube を運営していって裁判まで行くっていうケースはなかなかないんですけど、ただ、チャンネルバンは普通にあるので、裁判沙汰よりも著作権法違反によりチャンネルが削除されてしまうっていう方が対策しなければいけないところだと思います。ということで、そのチャンネルバンについても解説していきます。まず、YouTube のチャンネルがバンされてしまう原因については、公式ページでこんな風に書かれています。簡単に説明すると、YouTube のコミュニティガイドラインに違反している場合と、著作権法違反の場合ですね。コミュニティガイドラインについては、ここに具体例として書いてあるように、攻撃的、抽象的な動画またはコメントを繰り返し投稿するとか、悪質な嫌がらせ行為、削除行為、スパム行為、ポルノ投稿、ヘイトスピーチハラスメント、なりすましなどのそういった悪意を持ったことをするとバンになるそうです。それから次の著作権法違反ですね。これ先ほど解説してきたことが大原則になりますが、この著作権に違反してしまうとチャンネルがバンされて収益化もできなくなります。そして大事なこととして YouTube のチャンネルのバンについては3カウント制になっています。つまり3回 YouTube から注意されてしまうとそのチャンネルがバンされてしまうっていうこと。ちなみにこのチャンネルでは著作権法違反とかコミュニティガイドライン違反の判定は一度もありません。おそらくなんですが、こういった解説するタイプの動画っていうのは比較的チャンネルバンのリスクは低いと思います。ただ BGM だけは注意してください。今日の内容をまとめると、基本的にはやってはいけないことはやるやらないにしても引用の範囲内でやること、もしくはフリー素材を活用するということですね。法律を守るのは大前提なんですけど、誰かに嫌な思いをさせることがないように私たちクリエイターは努力しなければならないと思います。私も他人を落とすような動画よりもみんなが幸せになるような動画を作りたいと思っているので、ぜひ今後も今日の動画を活かして YouTube 運営を頑張っていきましょう。ではまた次の動画でお会いしましょう。